シェラ皆さんこんにちは、二人パパのみっつんです。今日は大好評企画1週間の食卓2023年版。僕ら国際家族の食卓は日本とスウェーデンの文化が混ざった美味しい毎日。今回は13世紀から続くスウェーデンの伝統食の歴史に日本の超簡単炊き込みご飯まで7日間分ドーンとご紹介。しかも今回はスペシャルゲストが3人も。それでは行きましょう。二人パパの1週間の食卓2023年版。月曜日、名前のないご飯ってどういうこと？月曜の夕方はみつパパはいつもヨガに行く日。リカパパに頼んだら息子くんと一緒に作ることになったみたい。初めての作りながらの撮影、うまくできるかな？ Okej, sausage. Provsmakar du korven? Inte provsmaka, jag vill bara äta. Så idag ska vi laga stekt korv, Dum. yaki sausage, tamago yaki, ちょっと野菜、味噌汁とご飯。Så. Var det 2, 3. Uh-oh. 順調そうに見える調理ですが、フライパンが見えないのはご愛嬌。でもどうやら今は卵を焼くみたいです。おっと、ちょっとなんだかこぼれちゃいそう。最近リカパパもこの日本の卵焼きを作ってくれるんですよ。Så bryter sådär 5 sekunder och 1 minut. Ja. Är riset? Ja. Kolla det. Nu är det kolla, men jag kan inte ta det. そしてそろそろ盛り付けという時になって、 Jag tror... Nu kommer han. Perfekt timing, moteri. Nämä näin on. 名前がないご飯。 Pukutarika pappa sivunderanka skuttano vaan. 君とリカパパが2人で作ったの？ で名前のないご飯。 Mm. Tamago yaki, tomato, ris, bacon, korv. Tai ne. Skottarakin kogitelut muikeru kore. Tamagoyaki. Ja tomato syödä attana on vasta rehtitä. ご飯全部食べれる。 Ko bacon to korv desu. ベーコンとコルビいいね。 To tamagoyaki. と卵焼き。 To tomato. あれdin favorit. To broccoli. とブロッコリー。で To gohan. あなたが一番ご飯多いね、パパたちよりも。そんなに食べれる？ Tomato. 手を合わせて。 Itadakimasu. 手を合わせて。 Itadakimasu. 手が合ってません。はい。 Itadakimasu. はい、いただきます。さあ、こうやってスウェーデンの家庭ではこういったソーセージを焼いただけみたいな食事も多いのですが、うちはリカパッパもパンやパスタよりお米の方が好きなので、両方の文化が混ざったこんなメニューになることも多いです。火曜日、手羽のカレー焼きと白菜のトロトロに塩昆布の炊き込みご飯。基本的にみつパパは家で仕事をしているので、昼間に下準備をすることも多いです。夕方はバタバタしがちなので、焼くだけ揚げるだけの状態にしておく感じ。スウェーデンでは手羽元と手羽先が一緒になっているものが売られていることが多いのですが、まずはそれに塩を揉み込み袋に入れると、カレー粉とガラムマサラ、マヨネーズを入れます。マヨネーズでマリネすると中のお酢成分のおかげなのか、お肉がかなり柔らかくなります。あとこれはオーブン焼きにするので、焼くときに皮の余分な油を落としてくれるような気がしています。違ってたらコメント欄で教えてくださいね。そしてまた時間が経って仕事の息抜きがてらご飯の準備。今日は炊き込みご飯。日本にいた時にファンの方にいただいた塩昆布、結構たくさんあったので、袋の裏に書いてあったレシピを試したいと思います。研いだお米に塩昆布とツナを入れて炊くだけ。そしてあとは白菜のトロトロに。
結構多めの白菜を1センチ幅程度に切り、顆粒だしの素と醤油をささっと入れ、今日はそこにごま油も入れて弱めの中火でクツクツ煮るとこんな感じ。最後にお塩で味を調整します。そしてご飯の時間に合わせてオーブンのグリルをオン。そうそう、マリネしたチキンは約30分ぐらい前に冷蔵庫から出して常温に戻しておきます。そしてオーブンシートを引いた天板に並べると、パッパたちの分だけこの前買ったカイエンペッパーを振りかけ、オーブンで焼いていきます。220度で20分から25分ぐらいということで完成です。すいません、写真撮り忘れました。ツナと塩昆布。息子の塩昆布ですね。美味しい。しかも塩昆布にさ、もう味がついてるから、お醤油と何にも他入れてない。ツナと、もうちょうどいいね、味が、甘さとか。めっちゃ柔らかい肉、美味しい。熱いね。大丈夫？ということで3人とも大満足なお味でした。そして水曜日、サーモンのカリカリチーズパン粉焼き。まずは家族で収穫したじゃがいもを茹で始めます。そしてその間にレンチンした卵が熱いうちにみじん切りの玉ねぎを入れて混ぜておきます。そしてこちらは焼き野菜の準備。サーモンも後でオーブンで焼くんですが、耐熱皿に好きな野菜を入れ、オリーブオイルをかけ、蓋を閉めてシェイク。全体の表面に油がつくようにして、もうオーブンにぶっこんじゃいます。ポテトの茹で具合を見ながらチーズパン粉の準備。この前スーパーで買ったパン粉と、それとは違う時にセールで買っておいたベステルボッテンスーストを使います。ベステルボッテンスーストはグレーターで細かく削っておき、乾燥バジルと混ぜておきます。水気を取ったサーモンは薄く小麦粉をつけてはたき、まずは中火ぐらいのフライパンで焼いていきます。そして裏返したら、さっきのチーズパン粉を上にかけ、乗り切らなかったものはフライパンの端にもパラパラしてオーブンに入れて15分ほど焼きます。そしてその間に冷ましておいた卵にマヨネーズとサワークリームのようなクレームフレッシュを1対1の割合で混ぜたもの、それから刻んだピクルスを入れ、塩コショウで味を整えてタルタルソースにします。パン粉の焼け具合を確認し、フライパンとグリル野菜を取り出すと盛り付け。今日のポテトはマッシュポテトなんですが、スウェーデンでは一家に1台はあるであろうこの機械を使って絞り出します。ちなみにこれ最近かぼちゃのモンブラン作る時も使ったんですよ。それはさておき、盛り付ける時には端っこのカリカリパン粉も多めにのせて、サーモンのチーズパン粉焼き完成です。フライパンとね。やばい、カリフラワー超美味しい。スウェーデンではこのポテトにバターを溶かして混ぜて食べることが多いです。カリカリ。どうぞ。なんかお座りしてこれはハラペーニョ。タルタルは結構卵と玉ねぎがいっぱい入ってるから結構食べ応えがあると思う。コリフラワー美味しい。そしてマッシュポテトの味どうだった？ミツパッパ。ポテトがすごい甘い。なんかスープだってすみたい。すごく甘いね。塩入れた。茹でるときに。でも多分芋自体がすごい甘いんだと思う。子供の時カリフラワーすんごい好きじゃなくて。僕もあんまり好きじゃない。カリが少しまだあるから、もし欲しかったらこのカリカリはパン粉だけじゃなくて実はベステルボッテンスーストもだからカリカリになってるって聞いたらちょっと欲しくなった。パン粉だけだったら息子くん欲しい？パリパリ。パリが何？このカリカリ超美味しい。ということで全部美味しくいただきました。木曜日、パンカーカと豆スープ。実はこれスウェーデンではお決まりの木曜日の料理。理由は後でご紹介しますね。
この日ちょうどリカパッパは会社の人と飲み会があるということで不在。まずは以前もご紹介したパンカーカの準備から。英語風に言うとパンケーキですよね。息子くんが大好きでよく焼いているので、分量は換気扇のダクトのところにメモを貼ってあります。特徴としてはお砂糖は入れないこと、そして最初にグルテンを作るために半量のミルクでよく混ぜるっていうことかな。生地の準備ができたら豆のスープ。缶詰なので温めるだけなんですが、これは豚肉の塩漬けが入った乾燥エンドウ豆のスープで濃縮されたもの。缶詰の調理法に書いてある通り、空いた缶でその半量の水を測り、その水で溶いて温めるだけ。簡単でしょ。そして温める間にパンカーカを焼いていきますが、その間になぜ木曜日にこの料理が食べられるようになったのかお話ししましょう。この伝統は13世紀から続いていると言われ、当時カトリックの信仰があった中世スウェーデンでは金曜日は断食日。その前日の木曜日にはお腹にたまりやすく栄養価の高い豚肉入りのエンドウ豆のスープが食べられ始めたと言われています。当時はさすがに缶詰じゃなかったと思うんですが、時間はかかるけれど結構簡単なので定着したのかななんて思っています。パンカーカは後世になり一緒に食べられるようになったそうですが、その理由はよく分かっていないそうです。ただ塩気が多くタンパク質たっぷりのスープと甘いジャムと一緒に食べる炭水化物のパンカーカ、相性が良かったのは間違いないでしょう。ということで完成です。早速いただきましょう。今日はソッパも飲んだよ。はい。まだいっぱいあるから余ったら冷凍しようけど。であとなんかハムとかアルコール分がある。アルコールだし。アルコール欲しい？一個のこういうハムが楽しいたね。いいよ。おいしい。いただきます。パパ？何？キュウリ欲しい？Jag tycker om Nutella-kocken in lite mer sylt och den att いいけど最初はなんか違うもの食べて後で食べて。これ全部食べたらヌテラで。ここでミツパッパが取り出したのはマスタード。豆のスープはマスタードを少しずつ溶かしながらいただくととっても美味しいんです。これファルも作ったやつだっけ？一般的にパンカーカは大人も甘いジャムとホイップクリームをつけて食べますが、僕はしょっぱい方がいいのでツナマヨやキュウリ、サラダなどと一緒に食べています。もっとつけてあげようか、じゃあぐらいで横に。そしたら一緒につけてもいい。ただ現代の子供たちは一般的に豆のスープが好きじゃない子が多くって、あとしょっぱいあんま好きじゃない。あんま好きじゃない。あでももうちょっと食べてじゃん。これセナップつける？大丈夫だ。なんかこれつけた方が美味しいよ。でもあんま辛くないからこれ。あ、senap一回食べました。2人パパ。そして金曜日、ナスの肉味噌とけんちん汁。この前の塩昆布もそうなんですが、海外暮らしの必需品の乾物類が大事に使いすぎたのかちょっと余ってきてしまったので、この干し椎茸と乾燥わかめを使ってわかめご飯を仕込んでいきます。椎茸の出汁でご飯を炊いておき、わかめは炊いた後に混ぜるので乾燥した状態で袋の上から叩いて細かく砕き水で戻しておきます。そしてけんちん汁、材料を切ったそばからごま油を熱した鍋で炒めていきます。最初は細切りにした生姜を入れて香りを出し、火が通りにくいものから順に大根、そしてこの前スーパー動画で紹介したごぼうみたいなスワットルート、人参は前にファルモルのところでもらったカラフルなもの、ネギの白いところと白菜ももう入れちゃいます。一通り油が回ったらここにお水を入れ煮ていきます。その間に前の週に揚げ物をやった時についでに薄切り豆腐を揚げて作っておいた油揚げに熱湯をかけて軽く油を抜き、細く切ったらけんちん汁へ入れ一緒に煮ておきます。そして豚のひき肉を炒め合わせ甘味噌を入れ肉味噌を作ると、半分に切って少しレンチンしておいたナスを多めのごま油で表面を焼いていきます。
息子くんはナスが食べられないのでカリフラワーを一緒に焼いておきますが、レンジで火は通っているので表面がいい感じで焼けるぐらいで OK。 ご飯が炊けたら水で戻したわかめを入れよく混ぜます。あとはお皿に盛り付ければナスの肉味噌とけんちん汁わかめご飯の完成です。お腹すいた？はい、いただきます。いただきます。合わせてないどうその肉？美味しい。本当？そう、多分そのカリフラワーと一緒に食べると美味しいと思うよ。あ、なんかさ、山椒真ん中にしかかかってないからちょっとこれ豆腐自分で揚げて油揚げにした。あ、ちょっと味薄いかもなこれ。さっき味見した時は結構味が濃かったんだけど、ナスと一緒に食べるとそんなに味濃くない。まあ肉もし欲しかったら後で足してもらってもいいから味見。噛んだ？ほっぺ噛んじゃった？多分ね今君さ歯が抜けたり生えたりするでしょ、そうすると顎の大きさが変わってんのよ。顎がもっと大きくなる。だから噛んでる時にちょっと感覚が違うんだったな。え、ちょっと爆弾。カリフラワー爆弾だった。いや、この油揚げ結構美味しくできたと思う。あ、まだ。まだ食べてない。あ、美味しい。よかった。豆腐が美味しい。美味しい。よかった。初めて作った。ただ豆腐を揚げただけだけど。今日学で何買った？ Glasnudlar till surna nudlar。ね、どうこのわかめご飯。これ美味しいけど、こうやって乗せなきゃいけないのは大変。カバップちょっとご飯ついてます。おかわり。多分僕初めてこのわかめご飯。わかめご飯。そうかもね。あんまりも作ったことない。高校の時のなんか学食みたいな売店があって、そこの売店でよく作ってた。あ、本当？あんま好きじゃなかった？なんかちょっとわかめちょっとスライムでしでもさ、味噌汁に入ってるわかめが好き。ょ。でもご飯と一緒。あとわかめはちょっとスライムね。スライムなものが僕の中に。結構俺でもスライミーっていうか結構シャキシャキしてると思ったけどな。ちょっとミスパパ。ん？この味、この前日本に行ったでしょ。スサファーレンに。といっぺんの酒の処理して、あとは昆布しかもらわなかった。ああ、石川県ね。で、その時には昆布の味するよ。ショーグラスたちの味するよ。すごいよく分かったね。これわかめっていうやつだから、あれは昆布じゃなくてわかめっていう種類のショーグラス。同じ種類のショーグラスです。ショーグラス。それは同じ味だね。味知ってますよ。まだ少しだけ味残ってもいるけど。7歳になった息子くん、味覚も随分成長したなと感じた夜でした。そして土曜日、炙りチャーシューと酢の物。この日は夕食にお客様が見えるということで準備にも力が入ります。しかもパワーが必要な方3人ということで力のつく炙りチャーシューをご用意。豚バラの塊を丸め料理用のタコ糸で縛っていきます。縛った豚バラは油を敷いたフライパンで軽く焦げ目がつく程度に焼いておき、断面になる部分も忘れずに。全体が焼けたら生姜とネギを入れた鍋に入れ水から茹でていきます。そして奥に見えるのはゆで卵。味玉も作るので冷蔵庫から出した生卵を7分半茹でたら水に入れておきます。90分ほど茹でた豚肉は一度取り出し、今度は合わせておいたタレで20分ほど転がしながら煮ていきます。それが済んだら肉は取り出ししっかりと冷ましておきます。冷たい方が薄く切りやすいですからね。そして余ったタレは殻を剥いたゆで卵に浸すタレにして冷蔵庫へ。そして今日のご飯は松茸ご飯。今年の8月に取っておいたものを冷凍しておいたんです。そして昨日のわかめがまだ余っていたので
塩もみしたきゅうりと中東の練りごまタヒーニと甘酢で和えたごま風味の酢の物を作っておきます。そしてスライスした豚バラと半分に切った味玉を並べるとバーナーでチャーシューを炙っていきます。はあ、この香りをお届けできないのが残念。ということで今日のスペシャルゲストはもう息子くんと遊んでもらっているスウェーデンで活躍するプロスポーツ選手3人。スウェーデンの都市リンショーピングの女子ホッケーチームで活躍する人里床姉妹こと人里彩香選手と床遥選手。昨年から連絡を取り合うようになっていたのですが、ちょうどルーレオに遠征に来られるというタイミングで一緒にお食事することに。また同じくリンショーピングの女子サッカーチームで活躍する籾木優香選手は人里床姉妹とプライベートでも仲良しで、お互いの試合を応援しに行くほど。昨年に引き続き今年もルレオまで来てくれました。はい、じゃあいただきます。いただきます。これは、今日はねけんちん汁みたいなやつで、昨日作って昨日もなんか大量に作っていつもだいたい2日分みたいな感じなの。すごい。本当に大根が久しぶりすぎて嬉しいです。あ、本当ね、大根ないのって印象で。多分ないよ。見たことない。だよね。よかった。なんかもみちゃんみたいなさ。なんか結構ルートフレクトみたいなところに根菜みたいなコーナーがあって、あ、これさタレも一応あるので食べてみて味が薄かったらこれありがとうございます。かけてください。お口に合うといいんだけど。本当美味しい。なんか僕は名古屋出身で結構濃い味付けのエビだったから。大好きです。本当？チャーシュー美味しい。こんなにトロトロにできる。本当？めっちゃ美味しい。チップが作ってる部位と違うよ。うちっていうのは床家。あ、私がチャーシュー作り出すんですよ、急に。あ、本当？夜な夜な。チャーシューとキムチをね。チャーシューとキムチと納豆ね。はい。納豆がうちが作った動画見て作ってくれてる。もう完全に真似させていただいて、うんうん。なんかあんな画期的な方法あったんだと思って。オーブンでやってるのじゃん。オーブンでやってますよ。うん。であれだとこう温度がね安定しやすいから。しかも何回もなんか見て、あ、そうだそうだと思って巻き戻してメモしてみたいなメモ帳にも書いて、あと唐揚げも真似してます。あ、本当。はるか唐揚げは作ってくれるはるさんが。ああ、よかった。なんか何を買ったらいいか本当に最初分からなくて、スウェーデン語のもも肉はどれなのか、はい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 。で同じの買ってあ、確かにやっぱ肉の部位とか違うもんね。薄切り肉もないとか。なのでそのチャーシューもなんかもう感覚で買ってでやって、今回の方が美味しかったとかダメだったとかなんか感想言い合って。あ、後でじゃあ教えてあげるよ。ありがとうございます。数年前にうちに来てくれた当時日本代表キャプテンだった大沢千穂選手とともに女子ホッケー日本代表に選ばれ、それぞれ人里選手は3回、床選手は2回とオリンピックに出場したすごい方たち。この翌日の試合には息子くんと観戦に行き、強豪すぎるルレオのチームに善戦。床選手はなんと2得点を挙げリーグ内得点ランキング1位、しかも9月10月の MVP にも選ばれたんですよ。この日の夜は暖炉を囲みマシュマロを焼きながらホッケーとサッカー両方のスポーツ界におけるジェンダーについての話でも盛り上がりました。スウェーデンという国がつないでくれたご縁、本当に素敵な出会いをありがとうございました。これからも応援しています。そして3人はいつも2人パパの動画を見てくださっているそうなので、視聴者の皆さんもよかったら3人への応援メッセージをコメント欄に書き込んでくださいね。2人パパ。日曜日、ニシンのひつまぶし。この日たまたま足りなくなった牛乳を買いに行ったら生のニシンが売っていたので、以前もご紹介したニシンのひつまぶしを作ることに。作り方などはそちらの動画をご参照いただくとして、早速いただきましょう。はい。ただーん。美味しそう。 Gick det så innan biter och smakar sitt oisika? 前食べたことあるよ。美味しかった。うん。ちゃんと
その時動画撮ってたからちゃんと証拠も残ってます。あの動画僕に見せて。後でね。骨入ってるでも。骨ちょっと入ってる。でも切って細かく切ってあるからそんなに気にならないと思う。で最初はそのまま食べて、もし欲しかったら後からこういうもの、いろんなもの薬味を取ってください。はい、いただきます。まだ言ってないです。はい、じゃあいただきます。いただきます。うまっ。美味しいね。やばい、これ魚がニシンふわふわ。めっちゃうまいこれ。うまいね。でもなんかもみちゃんさ、高校まで送ってた後に買い物行って、ほらフィールとかミルクとか割とエッグも買った。買いました。よくわかりました。だけどそういうのがなんかデイリーのものがなかったから買いに行って、もうステーキとかもなんか簡単にこう焼くだけでできるものとかがいいかなとかって思ってた。でもそしたらたまたま久しぶりに見たらこう生のさニシンがあったから、昨日のチャーシューのタレが結構いっぱい残ってたの。じゃあこれに使える。だから全然なんかすごい楽だった。ということでこの日も美味しいご飯が食べられたのですが、後で動画を見返したらまた三言語が飛び交う食卓だななんて思って見てました。ちょっと時間に限りがあるのでここではご覧に入れることができないのですが、もしまた三言語の食卓が見たいということでしたらコメント欄にその旨書いていってくださいね。もちろん他の動画のリクエストも常時受け付けていますよ。もう終わった。よし、じゃあごちそうさまでしょうか。Pappa? Första sekund. Får vi göra gott sista sommar först? Sista sommarでした。ごちそうさまでした。ということで2人パパ家の1週間の食卓23いかがだったでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。この後の次回予告もお見逃しなく。さて来週の2人パパは息子くんです。僕一番好きだったのはカレーのチキンとひしまぶし。でもあとちょっと好きじゃなかったな。とにかく来週は最近も用外してのね、皆さんの質問に答えながらルーム飯は教えていきます。僕たちの収納を初めて公開します。ミツパパは恥ずかしいって言ってた。僕の部屋もすごい変わったよ。あれ絶対見てね。最後までご覧いただきありがとうございました。ヘイド。Sten, sax, påse. Vad blev det? I love you. 二人パパ。